今日もあなたはどこかへ移動した。電車に乗って、モノレールで、あるいは新しい路面電車に揺られながら、安全に、静かに、正確に。その当たり前を支えているのは、表舞台には決して現れない職人たちの仕事です。今日はその扉を開けます。モノレールの心臓を分解し、音で異常を見抜く達人の世界へ。あなたを電車の病院へご案内します。東京浜松町。羽田空港と都心を結ぶ東京モノレールは、年間およそ8500万人が利用する都市の動脈です。しかし、このモノレールがなぜ安全に走り続けられるのか。その秘密は、乗客が決して足を踏み入れることのない場所にあります。整備工場。ここで今日特別に扉が開かれました。まず目を奪われるのはその分解です。重さおよそ35トンの車両がゆっくりと持ち上がる。そして車体の下から引き出されるのは台車と呼ばれる走行装置。驚くのはここからです。通常の鉄道のように車輪がレールの上を走るのではない。モノレールのタイヤはレールを3方向から挟んでいるのです。上から押さえるタイヤ、左右から支えるタイヤ。この3点のタイヤが1本のレールにしがみつくことで、モノレールは高架の上を安全に走り続けています。そして台車の中央に鎮座するのが速度調節装置。モノレールの心臓部とも呼ばれる電力制御システムです。この装置は加速・減速のたびに大量の熱を生み出します。過熱は故障の引き金になる。それを防ぐのが冷却作業です。技術者は冷却ファンの回転音に耳を澄ませる。異音はないか、振動は正常か。機械と対話するように手を当て目で確かめる。データだけでは測れない。五感が品質を守っています。続いて行われるのはタイヤの点検です。今タイヤの空気を調整しています。モノレールのタイヤには実は自動検知システムが搭載されています。空気圧が規定値を下回ると運転台に警告が届く仕組みです。しかしそれだけでは終わりません。整備士は一つ一つのタイヤを手で触れ、温度差を確認します。センサーが知らせる前に気づけなければいけない。その言葉がこの工場の哲学を物語っています。そして整備の山場が訪れます。分解された車両を再び台車に合体させる作業です。重量35トンの車体、それをミリ単位で誘導しながら台車の上に下ろしていく。許容される誤差はわずか1センチメートル。機械には限界がある。最後の1センチは人の目と経験と集中力が頼りです。下げお願いします。下げます。もうちょい下げお願いします。ストップストップ。カチッ。その音が聞こえたとき、車両は再び走れる体を取り戻します。整備士たちが静かに顔を見合わせた。これが1センチメートルの奇跡です。場所は変わり、栃木県宇都宮市。2023年、この町に日本で75年ぶりとなる新しい路面電車が誕生しました。宇都宮ライトレール、通称ライトライン。特徴はその低さです。ホーム
との段差はほぼゼロ。車椅子でもベビーカーでも難なく乗り込める。また専用の軌道を走るため渋滞とは無縁。踏切も存在しません。静かに正確に街と人をつなぐ、これが次世代の路面電車です。その LRT が2週間に1度訪れる場所があります。研修庫 LRT の病院です。定期検査は走行距離や期間によって段階があります。最も短いサイクルで2週間ごと、そして2年に1度は全ての部品を丁寧に確認する総合検査が行われます。1台の車両が安全であり続けるために年間を通じた継続的なケアが必要なのです。研修庫の中で整備士はある道具を手に取ります。ハンマーです。車両の各部をコツコツと叩いていく。聞こえてくるのは音。ただの金属音ではありません。正常な音と異常な音の違いをこの道20年の耳が聞き分けるのです。ネジが緩んでいれば音は鈍くなる。接合部に隙間があれば音は変わる。機器では測れない緩みを音が教えてくれる。これが LRT 整備士に受け継がれた音の診断です。続いて確認されるのは磁石ブレーキです。これは LRT が誇る緊急制動システム。通常のブレーキが効かない緊急時にレールに磁力で吸い付くことで車両を強制的に止める装置です。1秒でも早く止まることが命を守ることに直結する。だからこそこの装置の点検は正常に作動するかを実際に動かして確認することが鉄則です。整備士が装置を起動させる。ガチンと確かな音が響いた。今日も緊急ブレーキは完璧でした。屋根の上にあるのはパンタグラフ。 LRT が電気を集めるフレ役です。この先端のすり板は走るたびに架線と接触し少しずつ削れていきます。削れすぎると電流が不安定になる。スパークが起きる。最悪の場合停電。整備士は定規を当てすり板の厚みを測ります。規定値を下回っていればその場で交換。0コンマ数ミリの差が LRT の電力供給を守っているのです。見ればわかる。そう笑う整備士の目は鋭かった。今回は私たちが毎日当たり前のように乗り込む電車を陰でひたむきに支え続ける整備職人たちの世界をお届けしました。1センチの精度で車両を合体させる技術者。ハンマーの音だけでネジの緩みを見抜く整備士。その見えない仕事があるから今日も電車は安全に正確に走り続けています。次にあなたが電車に乗るとき、ふとその床下に思いを馳せてみてください。そこには誰かの真剣な目と熟練した手があります。モノレールも路面電車もすべての当たり前の移動は見えない情熱でできているのです。乗り物ワンダーいかがでしたか？動画がいいねと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。